こんにちは。ゼロから宅建士第34回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は不動産取得税と固定資産税を学びました。今回も第4部の税、その他の続きです。今回は印紙税、登録免許税、贈与税を学びます。いずれも国が課す税金です。一緒にじっくり進めていきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく3つです。1つ目は印紙税です。契約書などの文書にかかる税金です。2つ目は登録免許税です。登記を受けるときにかかる税金です。3つ目は贈与税です。財産をもらったときにかかる税金です。どれも国税で暗記が中心の分野です。数字を繰り返し確認していきましょう。最初に3つの税の位置づけを整理します。前回の2つの税は地方税でした。取得税は都道府県、固定資産税は市町村でした。今日の3つはすべて国税です。国が課すという点が共通しています。印紙税は契約書などの文書にかかります。登録免許税は登記を受けるときにかかります。贈与税は財産をもらったときにかかります。課される場面がそれぞれ違います。この違いを意識して進めましょう。では、印紙税から見ていきます。印紙税は国が課す税金です。課税文書を作成した人が納めます。納め方には特徴があります。収入印紙を文書に貼り付けます。その上で掌印をして納めます。印紙を貼り忘れても契約は有効です。ただし、過滞税というペナルティがあります。過滞税は本来の印紙税の3倍が原則です。まず、この納め方を押さえましょう。次に、どの文書が課税されるかです。ここは非課税との区別が問われます。不動産の売買契約書は課税されます。土地の賃貸借契約書も課税されます。お金を借りる契約書も課税されます。一方で、非課税の文書もあります。建物の賃貸借契約書は非課税です。土地は課税、建物は非課税と覚えましょう。売買契約書や委任状も非課税です。抵当権の設定契約書も非課税です。印紙税の額は記載金額で決まります。この記載金額の判定にルールがあります。交換契約書では高い方の金額を使います。贈与契約書には記載金額がありません。この場合は200円の印紙税になります。契約金額を変更する契約書もあります。金額を増やすときは増えた分が記載金額です。消費税額が区分して書かれることもあります。その消費税額は記載金額に含めません。記載金額の判定は品質のポイントです。印紙税で他に注意する点です。契約書を複数作ることがあります。他査元と副本を2通作った場合です。それぞれの文書に印紙税がかかります。数々の分だけかかる点に注意しましょう。印紙を貼らなくても契約は有効でした。印紙税は契約の効力とは無関係です。国や地方公共団体が作る文書は非課税です。公的な主体には課税しない趣旨です。ここまでが印紙税のまとめです。ここからは登録免許税です。登記を受けるときに国が課す税金です。納めるのは登記を受ける人です。売買では売主と買主が共同で申請します。この場合は2人が連帯して納めます。課税標準は固定資産税評価額です。不動産の価格を元に計算します。ただし、抵当権の登記は例外です。抵当権では、債権金額が課税標準になります。
課税標準の違いに注意しましょう。次に、主な税率です。登記の種類ごとに税率が違います。所有権の保存登記は 0.4% です。売買による移転登記は 2% です。相続による移転登記は 0.4% です。相続は売買より低い税率になります。抵当権の設定登記も 0.4% です。売買の移転が高い点を抑えましょう。相続の移転が低い点も重要です。税率の組み合わせに注意しましょう。住宅用家屋には軽減税率があります。マイホームの取得を後押しする特例です。保存登記は 0.15% に下がります。売買の移転登記は 0.3% に下がります。住宅ローンの抵当権は 0.1% です。適用には要件があります。自分が住むための住宅であることです。床面積が50平方メートル以上であることです。この軽減は川だけが対象です。土地は対象外で期限もある点に注意します。最後に贈与税です。個人からもらった財産に国が課します。納めるのはもらった側の個人です。会社からもらった場合は贈与税ではありません。その場合は所得税の対象になります。原則は1年ごとに課税する経年課税です。1月から12月までの贈与を合計します。基礎控除は年間110万円です。110万円までは贈与税がかかりません。まず、この基礎控除を抑えましょう。贈与税には重要な特例があります。一つ目は配偶者控除です。婚姻期間が20年以上の夫婦が対象です。居住用の不動産などが対象になります。最高で2000万円まで控除できます。二つ目は相続時精算課税です。一定の親子間などで選べる制度です。累計2500万円まで特別控除があります。三つ目は住宅取得等資金の贈与です。親などからの資金に非課税枠があります。これらの金額や期限は要確認の論点です。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は建物の賃貸借契約書に課税されるです。B は登録免許税は登記を受ける人が納めるです。C は印紙がないと契約が無効になるです。少し考えてみてください。正解は B です。登録免許税は登記を受ける人が納めます。A は誤りです。建物の賃貸借契約書は非課税でした。C も誤りです。印紙がなくても契約は有効でした。今日のまとめです。3つの国税を学びました。印紙税は課税文書にかかる税金でした。土地の賃貸借は課税、建物は非課税でした。記載金額の判定も重要でした。登録免許税は登記にかかる税金でした。登記を受ける人が納税義務者でした。売買の移転は高く、相続の移転は低い税率でした。贈与税はもらった個人が納めました。基礎控除110万円と特例を抑えましょう。お疲れ様でした。今日は3つの国税を学びました。課税される場面の違いを整理しましょう。次回も税金の続きです。第35回は譲渡所得の課税です。3000万円の特別控除などを学びます。税は得点源にしやすい分野です。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。